こんにちは、カピトリップのカピです。今回は東京渋谷区代官山をゆるっとお散歩します。代官山は渋谷駅から東急東横線で一駅です。建築と街並みを楽しみながらのんびり散策していきましょう。はい、今日は代官山に来ております。駅から北側に向かって、そこから西の方にちょっとだけ歩いて、代官山のね、ヒルサイドテラスという牧文彦さんが設計した建築に向かって歩いております。もうこの交差点の先がヒルサイドテラスとなってます。右手に見えてきますね。こちらが代官山のヒルサイドテラスです。A 棟から F 棟ぐらいまで確かあるので、この通り沿いにね沿って建物が立ち並んでいます。建物1棟までありましたね。順番に見ていきたいと思います。まずは A 棟からスタートします。このヒルサイドテラスは大地主だった朝倉家の広い土地に建てられたものです。1969年から30年近くかけて1棟ずつ建物が建てられてきました。代官山を代表するような建築でありながら、街に溶け込んでいるようなそんな建物だなって思います。A 棟 B 棟が最初に建てられた建物で、50年以上経った今も街に溶け込みながら美しい景観を作っています。ガラス越しにおしゃれなお店がちらりと見えますね。B 棟の先にある C 棟です。外壁は落ち着いたグレーの吹き付けタイルというものになってます。A 棟と B 棟と同じような色味なので、なんとなく街並みに統一感があるのかなっていう感じがします。C 棟は中庭のある建物です。広く通り抜けて中庭の方に行ってみます。中庭をぐるりと囲むように雑貨屋さんが並んでます。もう一度ピロティをくぐると建物の外に出られます。こちらが猿楽塚という築山ですね。6から7世紀の古墳時代末期の円墳だそうです。で、この辺りをこれに由来して猿楽という町の名前の起源になっているそうです。続いてこっちですね、 D 棟の方に向かっていきまして、もう向かいがこれが D 棟かな。D 棟はこれまでとは違って白っぽいタイルの壁ですね。こちらが D 棟でした。そして見えてきたのが大使館ですね。こちらがデンマーク大使館です。これまでの白とかグレーっぽい建物と比べてピンク色のタイルの壁が目立ってます。大使館からちょっと戻るというか、大使館の逆側になりますが、ちょっとそっち側も行ってみたいと思います。道の反対側にあるのが F 棟、G 棟、H 棟です。2棟に着きました。展覧会やってるみたいですね。ヒルサイドテラスの歩み、完成までの30年。前はやってなかったから新しく始まったのかな。
横にカフェがあって落ち着いた空間なんでゆっくり時間を過ごせそうです。ヒルサイドテラスの模型もありました。いいですね。A 棟から E 棟、大使館、道路を渡って FGH 棟ですね。はい、ここが F 棟と G 棟の間の広場です。右側に見えているのが展示会の会場ですね。こちらが G 棟です。G 棟の地下にはパン屋さんがありまして、ユサイドパントリー代官山さんですね。ここにはなんか代官山関係の本とかも売ってたりして、立ち寄ってみるのをおすすめします。こちらに見えている白い建物が代官山 T サイトですね。蔦屋書店などが入っている建物になります。代官山 T サイトは2011年に完成した建物で、フラインダイサムアーキテクツによる設計です。建物は分棟型で作られてて、全部で11棟あります。今歩いてる道は両側とも蔦屋書店ですね。右側の建物にはスタバもあって、お昼過ぎだったのでかなり賑わってました。この代官山 D サイトの蔦屋書店の壁はこんな感じで、蔦屋の T、アルファベットの T で構成されてます。カフェとかパン屋さん、右手が自転車屋さんで、スーパーみたいなのとかいろいろテナントが入っています。代官山 T サイトから北に向かって県道317号、旧山手通りかなを歩いています。私が大好きな公園があるので、そっちの方に向かいたいと思います。この辺なんか道路が立体交差してて、めちゃめちゃ面白いんですよね。上の道がさっきの旧山手通りかな。歩いて5分くらいで到着しました。西郷山公園という公園です。目黒区立西郷山公園です。中にカフェもあるはずです。この建物かな。はい、公園の中、撮影禁止というか申請が必要だったので撮影できませんでした。残念。今見えてる緑のところが公園で、崖のところに位置しているので開けてるんですよね。だから晴れてる日とかは富士山とかも見えるみたいです。ちょっと今日は草とか樹木が剪定されてなかったので富士山見えなそうでしたが、運が良ければ見えるかもしれません。公園の様子をお伝えできなかったのは残念なんですが、またちょっと代官山の駅の近くの辺りに向かって歩いています。だいたい10分ぐらいで駅まで戻れるので、
西郷山公園気になった方はぜひ訪れてみてください。イーサイトの近く、猿楽町の辺りに戻ってきました。大通りから一本入った道なんですが、全部おしゃれなアパレルショップに見えます。ちょっと私にはおしゃれすぎました。なんか代官山はガラス張りの建築が多いですね。やっぱアパレルとか雑貨屋さんとか多いからかな。この道を歩いて猿楽という建築を見に行きます。住所が猿楽町ですね。この先の路地を歩いていきます。左側に見えてきました。猿楽という名前の商業施設です。建物と建物の間が共有の中庭のようになってて、ここから2階に上がれる階段が伸びてます。平田昭久さんと吉原義彦さんの設計の建物、猿楽でした。さて大通りに戻ってくると、正面に大きな建物が見えます。隈研吾さん設計のフォレストゲート代官山です。2023年完成なので割と新しい建物ですね。ブルーボトルコーヒーがありました。おしゃれなコーヒー屋さんとして認識してます。はい、今の建物の向かい側、無印良品があるんですが、設計がね、サナーという有名な設計事務所です。2024年完成で、これも新しい建物なんですね。上の方はマンションかな。こちらも高層の建物となっております。右側に見えてきたのは代官山アドレスという施設です。同潤会アパートっていう関東大震災の復興住宅ですね。この跡地が再開発されてできた建物です。この道路より右側が駐車場の代官山町みたいですね。こっち側です。こっち側が駐車場の代官山町ですね。この広い道路は都市計画道路かなんか作ってるのかもしれない。北東の方に向かって行きます。左手にカフェ見えてきました。ちょっと思っていた以上に特徴的な建物ですね。ここで席空いてたら休憩してきます。こちらがモンキーカフェモンキーギャラリーさんです。木材とガラスの渦巻きみたいな建物ですね。中村博さん、ナップ建築設計事務所の設計です。建物が、貸し切り営業中だったので、レモンスカッシュテイクアウトして、お隣の公園にて休憩します。お店の中は段差のあるスキップフロアみたいな作りで、段差を生かしてカフェとショップが並んでました。道を戻って東の方に向かって歩いてます。東急東横線の高架があったところ
今は地下化したんですけど、代官山駅から渋谷駅の間の区間、その跡地がちょっとお店とかになってるので、そちらログロード代官山の方に向かって歩いてます。この辺が代官山町という町です。ログロード代官山着きました。東横線が走ってた場所なので、こんな感じで線路跡を生かした細長い施設になってます。線路跡を散歩していきます。ドーナツ屋さん結構にぎわってますね。パッと見では線路跡っていう感じはあんまりしないですかね。お散歩の休憩に良さそうなベンチもあります。階段登ってみました。奥に見える高いビルのあたりが渋谷ですね。白いのが渋谷ストリームかな。ここまで来ると渋谷もそんなに遠くないです。ログロード代官山でした。お昼から結構ドーナツ屋さんとかカフェを7割8割ぐらい席埋まってて、結構にぎわってました。歩いてる人はそんなに多くなかったかな。というわけで代官山お散歩を終えまして、山手線が通ってますが、この辺で終わりたいと思います。それではバイバーイ。渋谷区の代官山をお散歩してきました。ご視聴ありがとうございました。